また旅クラブの稲です。今回は前回に引き続きバリ滞在の様子をお届けします。リッツカールトンバリをチェックアウトした後はゴジェックを使って次のホテルダブルホテルバリに移動していきます。リッツカールトンバリでの様子は前回の動画見てください。今いるヌサドエリアからスミニャックエリアに移動します。やっぱグラブと比べて多少ゴジェックの方が値段安いですね。だいたい2000円弱で移動できました。すごい海の景色綺麗だろ。ただひたすら移動します。ただひたすら移動でございます。ヌサドアエリアはリゾートエリアなんであんま建物多くなかったんですけど、スミニャックに近づくにつれて建物どんどん出てきました。で車見て思ったんですけど、インドネシアって日本車めちゃくちゃ走ってんなって思ってました。しかもゴジェックで乗った車ほぼ全てマニュアルでした。この隣にいた人バイク乗ってるんだけど確実にこれタリのヘルメットよなと思って笑ってた。このシャネル絶対立ち物やんなと、そんなこんなでホテルに到着です。このダブルバリの入り口は竹の木でできたアーチの中、車で走っていきます。面白い。ドライバーさんもさ、珍しいのが動画撮ってました。でしばらく進むとロビーに到着します。でチェックインしたらウェルカムドリンクでお酒もらいました。この綺麗だったけど味よく分かんなかったです。お部屋へようこそ。早速ルームツアーでございます。で今回このお部屋4階の最上階のお部屋になってて、ここは長めのデスクがあります。でベッドはセミダブルサイズのベッドが2つあって、全体的に緑色差し色で入ってていい感じになってます。ベッドの横に虫除けスプレーあって、寝っ転がれるぐらいのソファーありました。反対のこのベッドの横には電話とスピーカーとメモ帳って感じでありました。そしてこのベランダから見える景色はなんと海でございます。オーシャンビューでございます。わーい、プールも見えますね。このリゾート感めっちゃいいですね。すごいです。であとベランダに椅子とテーブルとソファーもありました。ここのテーブルにはミニバーがありました。これ、全て有料なんですけど、この右にある2つの袋のチョコはプレゼントでした。このベッドルームの手前には冷蔵庫、コーヒー類、ポット、お水があります。玄関のすぐ隣にはこの洗面台が2つあって、洗面台の後ろにバスルームありました。すごいここ写真撮ったらめっちゃ映えそうだ。バスルームの天井吹き抜けになってるから、日中なら自然光が入るお風呂に入れそうな感じで、これはやっぱ最上階のお部屋しか体験できないかなって感じですね。でアメニティは一式揃っている感じでした。洗面台は2つあって、それぞれにアメニティ用意されてましたね。乳液とかもありますね。これは嬉しい。ホテルの中のシャンプー類はホテルのものでいいものなのかどうなのかわかんないんで、私は普段いつもシャンプーとか持ってきてるんですけど、でもここのホテルはいいホテルだからいいものだと思います。でこの玄関の横の1つ目のクローゼットの中にはドライヤーと金庫と鏡がありました。でこの隣の2つ目のクローゼットの中にはアイロン台がありました。で3つ目のクローゼットにはガウンとスリッパありました。いや最初のホテルもすごい良かったんですけど、こっちもすごい綺麗でいいですね。そしてやっぱ何よりバルコニーから見える景色とっても素晴らしいですね。このホテルのコンセプトとして若者向けっていうのもあって、ちょっと騒がしい感じが面白いですね。ホテルダブルで調べてみてください。ぜひぜひ。パリピですわ。で一休憩して準備を終えたので、早速プールに向かってみたいと思います。この廊下もこのバリの自然とマッチする感じ、すごい良くないですか？エレベーター見てください。エレベーター真っ赤な照明でした。こういうのも若者向けって感じなんですかね。パリピですわ。でエレベーター降りたらすぐロビーで、ロビーも開放的でめっちゃいいですね。常にパリピな音楽が流れております
ここはバーもあってね、なんかここで流れてる曲はなんかずっとファッションショーみたいな感じ、なんかファッションショー見に行ってるみたいな音楽ずっと流れてる。さあ早速下まで行ってみましょう。すごい、なんだこれ、クッションなのかな。なんか最初来た時これどっから入っていいのか、プールどっからだかよく分かんなかった。最初は多分下の方だけがプールなのかな、おそらく。まあ座る席をひとまず探しましょうか。どこを陣取るかな。でも一旦奥の方行ってみます。と思ったらなんか直接海の方出れたから、こっちの方も行ってみようかなって。面白い。ダブルホテルのでっかい W あった。で裏側には海で、なんかここ波がすごい高いらしく、多分入ってはいけないかな。入ってる人いなかったですね。砂みたいな模様の鳥おった。すごい。さあプールの方に戻って、私たちはビーチベッド席をゲットしました。トゥットゥルルットゥットゥ。そこでちょっといろいろ写真撮ってみました。このダブルの文字とかこのプール自体の形も面白いし、なんだこの南国っぽい草が生えてたり、隣にバーがあったりして撮ってて結構楽しかったですね。さあまたプールでお酒を食らいます。注文したのはパッションフルーツモヒートとビンタンラドラーですね。はい、お友達はビンタンラドラーに絶賛ハマっております。私はパッションフルーツが大好きです。ちなみにこのやっぱ海見ながらのお酒は最高ですね。ちょっとこの日が少し落ちかけてるんですけど、プール温水なので入っても全然寒くなかったです。ポカポカでした。日が当たってるからっていうのもあるかな。日が当たってるからなんか温水なのかな、そもそも。リッツ・カールトンのプールはなんか優雅なプールって感じだったんですけど、こっちは音楽とかもずっとかかってて全然雰囲気違うなって思いました。でちなみにプールの中飲み物を持って入っても大丈夫みたいで他の方の真似してやってみました。プールとお酒最高ですね。でこの水に浮かぶクッション、その最初に何だろうって思ったやつが結構そこら辺浮いてたんで、これ撮ってみたらみんな浮き輪代わりに使ってて真似して乗ってみました。でこのクッションに乗ってこのプカプカしながら空眺めるのはもう最高にバカンスっていう感じしましたね。すごい引いてみるとこんな感じで、ダブルの文字強すぎて一緒に写るようにたくさん撮ってましたダブルの文字の強調が強すぎて一緒に撮るように頑張ってました、ね、サンセット近づいてきたんですけどめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。でここから見える隣にある建物はバーになってて、その水着のまま入店できるみたいです。それではサンセットまで写真撮ったり動画いろいろ撮っていきます。この夕焼けと空の色と雲と南国の木がもうすごい南国なんでしょうバカンスリゾート地って感じですごい綺麗だなって。これはもうタイムラプスの出番だろうと思って撮ってみました。すごいタイムラプスで見るとこの雲の色変わってくるのすごいわかりますよね。でその後海で何枚か写真撮って、すごいなんかもう絵で描いたような綺麗な写真が撮れました。写真が上手くなった気分になれちゃう私で、夜になってきたからかロビー通るとバーがめっちゃピンクになってましたなんだこのエチエチなホテル W でもこれが多分どこの W の系列でも普通なんですよね、調べたらバギーに乗って夜ご飯を食べに行きます。で外出るときはこのホテルの入り口までバギーで送迎してもらえます。道が結構ガッタガタで、石の上なんでってなる感じで、夜に乗るとこのジャングルの中探検してるみたいな気分になれます。さあホテルの入り口の前の道歩いていきます。すぐさまここら辺のお店は食べるとこ結構たくさんあるんで、歩いていろいろ探してみてもいいかなって感じですね。コンビニも近くにあったんでいい場所にあるホテルだと思います。さあそして歩いて5分ほどで着いたのがワルンデダルというお店でございます。ワルンっていうのがインドネシア語で食堂っていう意味らしいですね。ここのお店の雰囲気も日本にはない感じで結構良くないですか。こういうなん
だ開放的なお店ってあんまないですよね。メニュー見ていきます。ここは本格的なインドネシア料理がいただけるお店です。とりあえずメジャーなものと気になるもの注文します。ちゃんとお酒もあります。最高ですね。ビンタウンラドラー2本頼みました。これ1本あたり250円しなかったです。安いです。お店の中から外見ると開放感あってもっといいなって感じです。素敵。すごい、だからやっぱ開放感あるからか、お店の中でご飯食べてたらにゃんこが入ってきたんですよ。かわいい。で、お店のにゃんこかなと思ったけど野良猫っぽかったです。かわいい。さあ、注文したもの届きました。まずはこれナシゴレンです。インドネシアのチャーハンみたいなものですね。インドネシアの焼き鳥のサティもついてました。実はやっと初インドネシア料理でした。なんととトウモロコシの天ぷらでございます。それと私大好物の春巻きでございます。さあ、このナシゴレンは上にある目玉焼きと一緒に食べます。ではでは早速初インド料理いただきます。味なんですけど、癖ある味かなと思ったら全然全くそんなことなくって、食べたことない味付けなんですけど、なんか醤油っぽい味付け、最高に美味しかったです。これは当たりです。結構好きな味でした。で、横についてるサテは甘辛の焼き鳥でした。これももちろん美味しかったです。この春巻きはこのパリパリの皮と中に春雨と野菜が入ってました。このスイートチリソースとケチャップを合わせたようなタレがもうめっちゃ合いました。トウモロコシ揚げた天ぷらはこのもちもちの生地にコーンの食感と甘さ合わさって最高でしたね。美味しい夜ご飯でした。で、しかもこれいくらだと思いますよ。飲み物合わせて1500円しなかったんですよ。激安パラダイス。ごちそうさまでした。で、この帰り道にジェラート屋さん見つけたので寄ってみました。盛り付きでございます。ガヤジェラートラボっていうお店です。で、味は15種類くらいから選べました。で、味の想像がつきにくいもの多かったんですけど、結構試食させてくれたんでじっくり選ぶことできました。で、カップやコーンの大きさで値段変わったりするんですけど、味を2種類選ぶこともできます。何味頼んだっけな。何味頼んだか忘れてたけど美味しかったです。ごちそうさまです。それでは一旦ホテルに戻ります。ホテルの隣にビーチクラブがあるって聞いたんで、これは行かなくては。準備して向かいます。ポテトヘッドビーチクラブっていうバリ島の中でも主流らしいビーチクラブです。初めてのビーチクラブなのでテンション上がっております。ここはしばらく道なりに歩いていきます。すごい特徴的な建物がいっぱいありました。さあ、中へ進んでいくと、ここが入り口でした。すごいなんかスピーカーの中みたいな感じなんですかね。店員さんいたので案内してもらいました。で、ここはなんか座る席によってミニマムチャージがあるらしくて、ソファー席とか日によって変わるんですけど、ちょっとお値段必要らしいです。で、プールから離れていけば離れていくほどミニマム額が下がっていくって感じでした。ですが、レストランの横の普通の席だと無料で座れる席もあるので、ちょっと楽しむ分にはそっちでいいかなって感じでしたね。一応中にもプールはあります。入ろうかなと思ったんですけど、ちょっと寒かったです。さすがに夜だから入らなかったです。結構入ってる人も少なかった。で、私たちが座ってる無料のレストラン側はこんな感じになってました。無料の席でも全然プールの近く座りましたので、こんな感じの席です。もうここで十分でした。そう、一応プール入るかなと思ったから水着着てきたんですけど、ちょい寒だったからいらなかった。今考えると結構セクシーな格好で歩いてたかもしれない私。で、メニューはこんな感じです。リンゴのビールとビンタンクリスタルとさつまいもフライ注文しました。ちょっとメニュー見にくいかな。このろうそくがいい感じですね。で、音楽聴きながらプール入ってお酒飲むならホテルでよくねってなっちゃって1時間もしないうちに帰りました。日によって変わると思うんですけど、今日は結構落ち着いてるのかなって感じでした。すごい私なんとも言えない顔してる。初ビーチクラブで楽しんだんで、今日はコンビニに寄ってホテル戻って寝たいと思います。すごいコンビニ日本のものもたくさんあった。では今日は戻ります。おやすみなさい。